はい、芝海農園さんの出荷場にやってまいりましたが、はい、はい、なんか出荷で、気をつけてることとかこだわりってありますか？そうですね、やっぱり袋について、はい、野菜って袋に入れると思うんですけど、はい、そのサイズだとか、あとは材質って結構いろいろあって、そうなんですね。だからその出荷した後どうなるかによって、野菜のはい、袋を変えたりだとかっていうはい、ことには気をつけてます。今いろいろな野菜を出荷している中で特にサラダ系の野菜は、はい、鮮度劣化が激しいので、それはかなりいい袋を使ってます。一応これが、はい、芝海農園のロゴを入れて、あらロゴが素敵な、でさらにサラダ系の野菜を入れるために作った袋ですね。サラダ専用の袋です。ちなみにこっちがですね、一般的な袋です。はい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 。そう厚みとかも違うんですけど、わかりますか？はいはい、全然違います。とやっぱりなんかピンとこうしてる感じがありますね。こっちのサラダ用の方ね。そうですね。厚みがですね全然違くって、厚みが強い方がコシがあるので、例えばお客さんが触った時に、シワ寄っちゃったりとかすると見栄えが悪くなっちゃうじゃないですか。なので、厚い厚みにしてます。なるほど。今日実は新規収納を目指して勉強中の方がちょっと来てくれているので、ちょっと読んでいろいろ聞きたいことあると思うんで読んでみたいと思います。並久さんお願いします。こんにちは。現在新規収納を目指して頑張っております。並木優太と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんか並木さん聞きたいことがありますか？野菜によって袋は変えているといったことでしょうか？そうですね。作る野菜にもよるんですけど、私なんかは200種類ぐらいのいろんなサイズの野菜を出荷するので、まず袋の長さだとか、サイズっていうのをその野菜によって変えなくちゃいけないので、まずしっかりとした種類を揃えること、であとは、葉っぱを基本出してしまうと葉っぱがしおれたりしてしまうので、ちゃんと全て袋で覆えるようないろんなサイズを揃えた方が多品目をやる場合には、出荷に手間取ることはないかなと思います。こちら芝海農園といったロゴがありますけれども、普通の袋よりも全然値段がやっぱり変わってくるんでしょうか？そうですね。やっぱり自分のブランドで農園をやる場合はいかにその自分の名前をお客さんに覚えてもらうかっていうのがすごく重要なので、うちは段ボールだとかこういう袋に、なるべくロゴを入れるようにしてます。ちなみに普通の、袋よりもう値段が全然違くてこれがだいたい10倍ぐらいですね。違いますね。10倍。これが、1円だとしたらこれが10円ぐらいすると。全然違うんですね。ただそれくらいかけてでも、ちゃんと名前を覚えてもらって、野菜を売っていくってことはこれから重要だと思うので、そこにお金をかけてでも付加価値をかけて野菜自体をもっと高く売るといった形ですかね？そうですね。なるべくいい野菜をしっかりとした値段で売るために、かけるコストはちゃんとかけた方がいいと思います。最後にちょっと今後新規収納するにあたって、現在芝海さんの農業を頑張っていける原動力みたいな。原動力ですね。そうですね。初めは農業を始めてから、しっかりと美味しい野菜を作ってお客さんに届けるっていうところが、原動力。今もそれは変わらないんですけど、最近はうちで働いてくれる人だったりで、うちの野菜を取ってくれてるお客さんだったりが、芝海農園があることによって、喜んでもらえる、働いてくれる人も、お客さんにとっても芝海農園があることによって野菜を中心とした生活ができてすごく良かったねって思ってもらえることがすごく嬉しいので、まだまだもっと頑張っていこうかなと思ってます。新規収納したら頑張りたいと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。一体どこへ連れて行くんだろう。
の動画が面白いと思った人はグッド、グッド、そしてチャンネル登録もお願いします。